今回はアイルトン・セナの動画第2弾です。車を選ばないセナのドライビング。セナがなぜ速かったかというのは、答えはいくつかあるんですけども、一つにはその車の能力を理解して最大に引き出す。もしくはその能力に合わせたドライビングができるというものだと思うんですけども、他のドライバーにはできない高いレベルでセナはそれができるわけですけど、どうしてそれができるのかということと、車への理解力、適応能力がどれぐらい高いのかっていうのを紹介したいと思います。まずは F1 での話からです。ロータス時代に一緒に組んでたエンジニアのスティーブ・ハラムさんのインタビューから紹介したいと思います。セナは何時間も座ったままエンジンやシャーシのテレメトリーが弾き出してくるコンピューターのデータを調べ、マシンパフォーマンスを向上させる道を模索していた。エンジニアのスティーブ・ハラムはセナが速く走るためにマシンに関する知識をいかに翻訳するかを説明してくれた。セナはマシンのパフォーマンスを決定するすべてのパラメーターから最高のものを引き出すことができた。言い換えると、彼はブレーキ、タイヤ、エンジンからその他のあらゆる箇所から最高のものを引き出せたんだ。セナがハラムさんと組んでいた時はもうテレメトリーシステムを使い出してましたので、結構いろんな情報を見ることができたんだと思います。で、そのデータを読み込んで、例えばブレーキをどんぐらい酷使していたとか、タイヤをどれぐらい使っていたとか、データからセナは読み解くわけですね。個々の全ての要素について、その限界がどこにあるか、そしてその限界をどこまで伸ばせるかを見つけていた。その後で全ての要素を一つに考え合わせて、ごく限られた時間の間に自分の能力に変換する。それはレース全体だったり、ポールポジションを獲得するためのタイムアタックだったりもした。ここにセナの凄さがギュッと凝縮されて書かれていると思います。先ほど言いましたように、全ての要素について、あと限界までどれぐらい余力があるかっていうことを見抜くってことでしょう。で、それを全て合算して考えてどういう走りをするかを考えて作るということですね。何しろセナは車からの情報を余すことなく集めて、それを頭の中にインプットして自分が成し遂げたい目標、例えば予選でポールを取りたい、もしくは安定したラップを重ねたい、その目的に対して自分の頭にインプットされたデータからどんな走りをすればいいかというのをデザインして実際にドライブできるということですよね。もちろん F1 ドライバーっていうのはみんなそれをやろうとしているんですけど、セナの場合は恐ろしくその精度が高くてレベルも高いということなんだと思います。そのレベルがどれぐらい高いのかっていうのが F1 だけじゃなくて違う車に乗った時に証明されていました。これも古い話ですけど、1984年にセナはグループ C カーに1戦だけスポット参戦して乗ってるんですね。その時の話です。1984年7月、WEC のニュルブルクリンク1000キロにヨーストチームから参戦、ポルシェ956をドライブ。金曜予選からチームメイトを上回り7位のタイムを記録。決勝はトラブルに見舞われ8位フィニッシュ。セナはこのレースの予選の日に初めてグループ C カーに乗ったそうです。ですけど最初からチームメイトより速いタイムで走り出したらしいです。で、土曜日の予選が雨だったらしいんですけど、そこでもチームメイトを上回って、タイムそのものはセナは全体の7位だったそうで、決勝は車のトラブルに見舞われたせいもあって8位ということで終わってしまいました。で、その時のことをチーム代表のレイヨルド・ヨーストさんはこう言ってます。彼は最初のプラクティスセッションから早かった。レース中は約4時間かけて我々と話し合い、マシンを速くするための提案をしてくれた。セナは956についてあらゆることを知りたがっていた。彼は非常にプロフェッショナルなやり方で仕事をしていた。先ほど紹介した通り、セナは初めて乗ったにもかかわらず、そのセッションから早かったんですね。レース中にも車をどうやって速くするかっていうことをずっと話し合ってたんですね。で、しかもこうしたらいいよっていう提案をしてくれたと。まだ F1 デビューしたばかりの時のセナですけど、グループ C カーに1日2日乗っただけでもう車のことをすっかり分析できてるんですね。で、もちろんその次に書いてある通り、セナは956についてあらゆることを知りたがっていた。この車にデータロガーというか、テレメトリーみたいのがあったかわかりませんけど、84年ですから、大した情報収集はされてないと思います。セナはその代わりに、
あらゆることをチームの技術者に聞いたんだと思います。そして車の理解を深めたという意味だと思います。彼は非常にプロフェッショナルだったと。たった1回だけのスポット参戦ですから、別に車の分析をしてあげる必要はないですよね。そのレースだけ無事に終わればいいだけで。だけど彼は短時間で車を深く理解してしまうし、置き土産として車の分析データというか、それを残していったんですね。で、こういう改善をするべきだと。グループ C カーも非常に速い車ですけど、1周だけのラップタイムで言えば F1 よりも全然遅いですから、ドライビングの仕方は全然違うはずです。だけどセナはテレメトリーがあろうがあるまいが何しろ必要な情報を集めて、それをすぐに自分のドライビングに反映させるっていうことができた強い証拠のこれが一つだと思います。もう一個も1984年の話なんですけど、これ完全に市販車のベンツなんですけど、レースオブチャンピオンに参戦。ラウダ、ロズベルグ、サーティス等のチャンピオンたちに加えて、プロストセナも参戦。ブレーキとギア比変更だけの 190E2.36 でワンメイクレース。セナは予選3位、決勝はラウダを抑え、セナが優勝。当然市販車のベンツの 190E ですから、ギア比とブレーキを変えてあるとはいえ、まあ写真で見るとロールバーも入ってますけど、所詮乗用車ですよね。フォーミュラーカーとかグループ C の車から比べたら重いしパワーはないし、普通の乗用車なんでグニャグニャするわけですよ。だけどセナはそれも関係ないんですね。この 190E に乗っても歴代チャンピオンを抑えて優勝しちゃったと。ちなみにこの時のレース映像が残ってて YouTube で見れるんですけど、見てみたらセナのドライビングは非常に丁寧っていうか優しいんですよね。F1 マシンですごい激しい予選アタックしてるのとは全く逆で、これベンツの市販車ですから、当時では割とスポーティーなエンジンとはいえ、大してパワーのないエンジンですから、スピードが落ちないように、車に無駄な動きをさせないように、すごいスムーズな運転をしてます。こんなお遊びのレースでも、セナは真剣に車の分析をして、最大限速く走れるドライビングを組み立てて、走って勝っちゃったんですね。なので彼の車への分析力とかドライビングの幅の広さっていうのは、こういった全くタイプの違う車に乗っても即座に対応できる恐ろしいほどのレベルの高さなんですね。今回私も調べていて、セナというと単純に速いというイメージがやっぱり頭の中で強かったんですけども、そうじゃなくてこんなベンツの 190E みたいな市販車に乗っても恐ろしく速いんだなという、本当に車そのものへの理解力、あとドライビングの恐るべき幅の広さにもう感心しました。単純にドライビングだけを見て誰が一番すごいドライバーかっていうと、やっぱりセナかなってちょっと思っちゃいました。あとおまけの話をすると 190E の 2.3 をセナは気に入って、その後購入して自分で乗ってたようです。なんかその後オークションに出されてたみたいですね。セナが所有していた 190E って結局いくらだったかよくわかんないですけど、こんな感じで今回はまずセナのF1 に限らず車そのものへの理解力、あとそのドライビングの適応能力の高さ、ドライビングの幅の広さっていうのを紹介しました。はい、いつも皆さんコメントありがとうございます。何か思うところがありましたらコメントください。よろしくお願いします。